よし食った、よし食ったよ。挟まれたらやばいだろうな。割と大きい魚が群れで見えるんですけど、おはようございます。釣り車中泊旅中のたくあんです。現在地は東北宮城県です。今はですね、もうだいぶ秋めいてきまして、朝はですね、最近は20度を下回るぐらいこう涼しくなってきたなっていう感じの季節感で、そろそろこうサーフの釣り、特にそのヒラメとかなんかはね、水温下がってくると良くなるんで、そろそろいいんじゃないかなと思いますんで、今日はね、サーフゲームから始めてみようかなと思います。さあ早速やっていこうと思うんですが、ここはかなり遠浅ですね。で割とどうなんだろう、これが通常なのか分かんないですけど、波もある感じなので、少しでもこう深いところ、掘れてるところみたいなところを探して、魚がこう沖から入ってきやすそうなところを探そうかなと思うんですが、この辺りが良さそうですね。周りよりもこう波が立ちにくい場所、この辺なんかそうですね、周りよりもほら波が立ちにくい場所、ここはですね、こう手前に寄せた波が沖に帰ってく離岸流とかがあったりして、こう少し掘れてるんだと思います。じゃあこの辺りをまずはやってみましょう。さあとりあえず朝一はミノーからと思ってルアーつけてきたけど、ちょっとあれかな、遠浅すぎてこれじゃ飛距離が足りないかな。朝一は手前に寄ってきてるかもしれないんで、とりあえずはミノーを投げてみましょう。かなり沖だけど鳥山みたいなのはあるな。ここは飛距離がいりそうだからミノーって感じじゃないな。飛距離の出るルアーに変えようと思います。よし、じゃあ飛距離の出るヘビーシンキングペンシルで。これはですね、宮城県のサーフ仕様というか東北仕様で作ってもらったグリーンゴールドカラーです。ご当地カラーって何なんでしょうね。この宮城県のサーフはなんか水の色が特殊だったりしてこうグリーンが効いたりするんですかね。それとも使ってる人が多いから釣れるだけなのかな。沖縄なんかは確か赤金が強いんだったかな。なんかねあるんですよ、その地方によって人気がある色っていうのが。水は水温はそんなにまだすごい下がって秋っていう感じじゃないけど、まだ夏の終わりっていう感じの水温だろうな。これやっぱ若干早いんだろうな。ハイシーズン秋本格化にはまだちょっと早いな。今ちょうど干潮から上げ始めたぐらいだから、タイミング的には悪くないと思うんだけどな。おお、虹が綺麗だ。虹が綺麗だけどこれ雨降ってくるんじゃないのか。サーフの釣りをやるときはこの波打ち際をよくチェックするようにしてるんですけれど、餌になる小魚が打ち上げられてないかなとか、あとはどういうゴミが打ち上げられてるのかなっていうのを見て、海の状況をこう確認する指標にしたりするんですけれど、なんかね貝が落ちてるんですよね。こう中身の入った貝が結構たくさん打ち上げられてるんですよね。これもそうじゃないかな。ほらこれもこれ中身入ってますよね。ということはあれなんですかね、ここ最近は荒れた日が続いてて、沖の方からこう貝が手前にこう打ち上げられてしまってきてるのかもしれないですね。これ何貝なんだろうな。ほんとたくさん落ちてるんですよ。
これってこのまま置いとくとどうなるんですかね。死んじゃうんですかね。貝はね、これ食料がなかったら食べてみたいところだけれど、多分取っちゃいけないので逃がしてあげます。なんか波がこう盛り上がったところになんか魚の群れ見えますね。結構大きい、なんだろう、シーバスとかかな。なんか群れが見えるんだよな。お、あ、今なんか当たったな。今なんか当たりましたね。今のはなんか怪しかったな。なんだろう。今ですね、近くに大きい川があったんで、その周辺まで歩いてきたんですけど、で少しルアー投げてても全然反応はないんですが、周りに結構人がいて、みんななんか大きい魚を釣ってるんですよね。で割と高い頻度で釣ってて、で何釣ってんだろうなって見たらシーバスでした。でその人たちはなんかルアーとか餌で食わせて釣ってるっていうよりは、なんか引っ掛け釣りみたいな感じでこうやって竿を煽ってこう魚を引っ掛けて釣ってるみたいな感じで釣られてたんですけれど、割とねなんか釣れてるんですよ。本当なんかワンキャストワンヒットじゃないですけど、結構釣れてるんで、シーバスの魚影がめちゃくちゃ濃いみたいですね、この辺りは。ということで僕もシーバスを狙ってみようと思います。じゃあミノーに変えて、結構ヘビーシンキングペンシルとかは投げてみたんですけど、沈む系のルアーは投げてみたんですけど反応ないんで、ミノーでゆったりふわーっと探ってみようと思います。あれ、波がこう盛り上がった時に中に魚見えるんですけど、多分ダツだな。なんか細長い割と大きい魚が群れで見えるんですけど、ダツか。ダツがいるってことは水温がまだ高いんだろうな。でも不思議とダツ食ってこないですね。ダツって結構ルアー見つけたら何でも構わず食ってくるようなイメージなんだけど、あれ何なんだろうな。魚がいるっていうのは分かってるから結構いろんなルアー投げてみてるんですけど、やっぱ食わせるのは難しそうですね。ちょっと一旦車に戻ってシーバスに効きそうな、活性の低いシーバスでも食わせやすそうなルアーを取りに行きました。さあやっていきましょうか。サーフには似つかわしくないんですが、ちょっと軽めのワームで。これで食わなきゃ食わせるのは難しいだろうな。こういう系のワームはアピール力が弱いから、こういう外洋系のサーフだとあんま使わないんだけど、魚の密度が濃いならいけると思うけどな。ちょっと川の中やってみようかな。ここにこれを投げててもあんま釣れる気がしない。ちょっとこれ見てください。今砂浜歩いてたら発見したんですけど、これ何のカニですかね。あれなんじゃない、これノコギリガザミの爪なんじゃない。すげえな。これ挟まれたらやばいだろうな。指砕かれそうだな。てかこの辺りの海域にもいるんですね。なんか暖かい海域のカニだと思ったけど、
でもこんなのがいるってことはそれだけ水温が上がってきてるっていうことなのかな。それとも昔からいたんだろうか。臭っ臭っ臭っ。カニの手触ったらめっちゃ臭くなった。これはひどい。ちょっと川の中もやってみようかな。シーバスは絶対いると思うんだよな。シーバスは絶対いるんだけど食わせられるかだよな。なんかそこの方でゴツゴツ当たるから割と障害物があるんだろうな。お、食ったよ。よし、食ったんじゃないこれは。なんかよっしゃ、なんだろう、そこの方ゆっくり巻いてた。来た。お、シーバスだ、シーバスだ。よっしゃ。あー、バレた。くっそー、バレたー。いやー、食わしたのになー、バラしてしまった。そうか、やっぱいっぱいいるんだよ、シーバス。いるけどなかなか食わないんだろうな。でも食わせ方見つけた。そこの方をゆっくり棚巻きで食わせられる。今のはこうやってラーライしたから絶対食ってましたね。でもなんだ、引っかかるわけじゃないから、もしかしてこれシーバスの群れとかにゴツゴツ当たってんのかな。ありえるよな、そんだけシーバスいるんだったら。お、なんだ、なんかガツガツ当たるけど沈めてないんだけどな。魚か。あ、なんか群れ入ってきたのかなこれ。すごいガツガツ当たる。シーバスの群れかな、ボラかなんかかな。ちょっとワームをもう少し軽いジグヘッドにしてふわーっと浮遊感をつけて狙ってみよう。そっちの方が食わせやすいはずなんですよ。この波動が餌に近いというか生き物ライクになるから。あ、魚かもしれない。魚だわ。魚の体に当たってんだ今。ゴツゴツって今生命感あったな。よし食った、よし食ったよ。そんな引く？食ったのかこれ本当に。そんな引く？これまたスレかな。そんな強力な引きする？何これ。でもスレの重量じゃないんだよな。いや、ちょうど GoPro の電池切れちゃったんですけどね、シーバスでしたね。すごい太い。でもね、やっぱスレでしたね。ほら
尻尾にかかっちゃってます。やっぱこういうシーバスがもうほんとこれでスレでかかっちゃうぐらいだから、ワームで一本針でスレでかかっちゃうぐらいだから、めちゃくちゃいっぱいいるんでしょうね。なるほど、これは引くわけだ。ごめんよ。いけるかな。あ、いったいった。そうか、シーバスはいっぱいいるんだな。なんかあんまりこう何を食べてるのかとか、そもそも餌を今追ってこう川に入ってきてるのかとか全然わからないから、何もつかめてないな。とにかくシーバスがいっぱいいるっていうことだけはわかるけれど。よし、ちょっといろいろ試してみますよ。魚はいるんだよな。でも流れがちょっと出てきたんで、その流れに乗せる感じでフラフラってやってあげれば、もしかしたら食わせられるかもしれない。魚がいるけどやる気がない状況。何だったら食わせられるか。お、食った。今度は食ったかな。あー、外れた。今のは何だっただろうな。またスレかな。そこの方でね、ちょっとシーバスを狙うのも兼ねてなんですけど、なんかマゴチとかヒラメいないかなと思ってやってみたんですよね。お、食ってんのかこれ。あ、食った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 。沈んでる途中で食わしたんだ、多分今。食わしたっていうか食ってくれたんだ。エラ洗いするってことは多分食ったよこれ。なんだ、結構浅いとこにいるのかな今。着底してない。着水して割とすぐ食ったな。これは多分食わしたでしょ。おお、いいサイズ。お、食ってる食ってる。口にかかってるよ。よっしゃー、食わした食わしたっていうか、沈んでる途中で食ってくれた。はい、やりました。なかなかいいサイズ。ワームを投げてこう沈めてる時に食ってくれたんでしょうね。全然当たりとか分かんなかったけど、巻いたらかかってたっていう感じです。でも食わせましたよ。粘り勝ち。はい、サイズ感はこんな感じ。丸々太ってていいシーバスですね。やりました。食べてみたい気もするんだけど、もうちょっと釣りしたいしな。なんかやっと釣り方が分かってきたような気もするから逃がしてあげますか。はい、バイバイ。おいき。そうか、今の感じだと本当着水して割とすぐ巻き始めて食ってたから、結構表層にいんのかな。なんか上の方の層にいるっぽいな。俺そんな浅いとこ泳いでんだったらミノーとかでも釣れるんじゃないかな。ルアー変えてみようかな。ミノー早巻きとかどうかな。あ、今食ったかも。
今食ったかもしれない。やっぱ日中はこう見切られるので、早巻きでこう反射でリアクションみたいな感じで誘ってみたんですけど、今なんか当たりっぽかったですね。そういえば全然告知できてなかったんですけど、このブレイザイさんから発売されてるライトニングエボルーツっていうミノのたくあんカラーがですねできました。で順次販売していく予定で、多分どれかはもう今この動画公開されている時には販売開始になってると思うんですが、詳しくは概要欄の方、動画説明欄の方に載せておくんで、興味ある方は見てみてください。カラーチェンジ、いろんな色も試してみましょう。ワームもカラーピンクでしたしね。まるで管理釣り場、釣り堀みたいですね。ここは魚はうちゃうちゃいるけれど、なかなか釣れないっていう。まあでもこういう小さいワームなら食わせられるはずって言って取りに行って、これで釣れたから一応作戦成功といえば成功なのかな。夕方になって一気に気配がなくなりました。さっきまでこのルアーとか糸に魚がガツガツ当たってたんですけど、それはなくなりましたね。だから群れが常にいるっていうよりは、こう川の中出たり入ったりしながらあちこち移動してるんでしょうね。いやー、さすがに一日やると疲れますね。本当は今日はいろんなポイントをこう巡って移動しようと思ってたんですけど、結局一箇所でやりきっちゃいましたね。そして魚をですね、こう余裕ぶって逃がすと次が釣れないということがありまして今日の晩ご飯は、スーパーの半額惣菜ですかね。もういろんな旅先でいろんなスーパーに行き過ぎて、スーパーに行くと落ち着くまであるからな最近。はい、では今日の晩ご飯はスーパーで買ってきた半額弁当なり2つで400円ぐらいです。YouTube を始めてもう5年経ちまして、ありがたいことにね、本当にたくさんの方に応援していただいてるんで、今はですね、普通に毎日外食しても大丈夫なぐらいのその収入はあるんですが、生活レベルはなるべく上げないようにしようと思ってるんで、こんな感じでね、基本的にはこの半額惣菜をね、夕方に買いに行ってっていう感じで過ごしてます。本日の晩ご飯はエビ天丼と、こちらがですね、宮城県の郷土料理ではらこ飯っていうものらしいんですけれど、鮭の煮汁で炊いたご飯とイクラが使われてるね、贅沢な一品です。いただきます。釣った魚を料理して食べるっていうのもいいんですけど、こういうね、ご当地お弁当みたいなものを食べるのもこの車中泊旅の楽しみだったりします。はらこ飯うまいな。今日はライトタックルで手軽な釣り、ハゼをですね食べたくなったんで、ハゼ釣りをやろうと思います。買ってきた青い染め、これをちぎって針に刺して、よし、こんな感じでやってみましょう。
舞台は同じく河口ですが、やる釣りは全然違う。そこに沈めてゆっくりずる引きしてたまに止めてみたいな感じでやってみようかな。ハゼはいれば釣るのそんなに難しくないはずですから、割と簡単に釣れるんじゃないかな。おやおやおや、当たりが全くない。いないんだろうか。たくさんいたらこの浅瀬に結構見えるんだけど、全く見えないですね。秋といえばハゼ釣りなんだけど、やっぱここは何にも障害物がないから、もうちょっと障害物があるとこ行った方がいいんかな。ハゼならサクサクっと釣れると思ったんだけど、意外と釣れない。ここは川に流れ込んでる水路みたいなところなんですけど、こういうところの方がいいかもしれないですね。釣れるかどうかは謎だけど、そんな深くないな。川の中と同じで浅いんだな、ここも。ここいいな。なんか秘密の釣り場っぽくていいな。水深は浅いけどな。1メーターあるのかなないのかなっていうぐらいだと思うけど。ここ良さそうだけどな。手前に岩場があって、来た来た、なんか来たよ、なんか来た、なんか来た。よっしゃ、狙い通り。はい、狙い通りハゼが釣れました。よし、この調子で5匹ぐらいは釣りたいな。やっぱりここはああいう草が生えてたりとか、こういう岩場があったりとか、隠れるところがあるし、餌も豊富なんでしょうね。こういうとこがいいんだな、やっぱり。当たりはあるな。釣れた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 。よっしゃ、ハゼ連発。多分大きい川の中だと捕食者がいるから、こういう細い水路みたいなところに、捕食者が少ないところに入ってくるんでしょうね。ハゼは動きに敏感なんで、時々こうやって動かしてあげると、餌がここにあるよって動かしてあげるといいですね。よし、食った。イエーイ。なんか違う魚釣れた。クロダイのちっちゃいやつだ。見てほら、ルアーみたいに可愛いクロダイ。はい、クロダイちゃんはバイバイ。じゃあ置き竿スタイルで楽しみましょう。来た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 。おお、今スマホで竿先取ってたらガンって竿持ってかれて、すごいいいハゼ釣れました。これはでかい。餌はほんのちょびっとつければ全然食ってきますね。こんなんで全然十分です。よし、乗った。
イエーイ。青磯目400円分全部使い切ってこれだけ釣れました。本当ちっちゃいのはね逃がしてあげたんですけど、これだけ釣れれば上々じゃないでしょうか。こんなね大きいハゼも釣れましたしね。はい、ではねハゼさばいていこうと思うんですけど、ハゼって普通天ぷらとか唐揚げとかで食べるのが一般的だと思うんですけれど、今日はね、宮城県仙台の郷土料理に習ったものをね作ってみようと思います。宮城県には仙台雑煮っていう郷土料理があって、どういうものかっていうと、このハゼを焼いて干してカリカリにしたもので出汁を取って、それで雑煮を作るみたいなものらしいんですけど、今回ね雑煮を作るかどうかは別として、その焼きハゼ、焼いて干したハゼがですねすごく美味しそうだったんで、それをね作ってみようと思います。ただネットで調べたら、この焼きハゼの作り方っていろんな作り方があるらしくて、で本格的に作ろうと思ったらかなり難しいので、今回はねその外でも手軽にできるように工夫してその焼きハゼを作ってみようと思います。内臓とかエラを取りつつきれいに洗っておく。一旦水できれいに洗っておく。じゃあね塩水、大体ですけど 4% ぐらいの塩水、そしたらこれにですね漬け込んでおく。では30分経ったんで取り出します。そういえばね大きいのはこのままだと腐ってしまうかなと思ったんで開きました。そしたらキッチンペーパーでしっかり水気を取って、このお腹の中までねしっかり水気を吸い取っておきます。そしたらこれを弱火で炙ります。ヒレとかを焦がさないように弱火で炙ります。本当はこの状態で冷蔵庫にラップかけないまま入れて、もっと水分飛ばしてからやった方がいいらしいんですけど、僕の家兼車には冷蔵庫はないので、このまま炙らせていただきます。弱火でじっくり焼きました。ほら、いいんじゃないですか。程よく水分が抜けてて。そしたらこれを何日かカリッカリになるまで干すらしいです。よし、じゃあここにでも干しときましょうか。日中太陽が出てる時は天日干しにして、で夜は多分夜露とかでね湿っちゃうから室内に取り込んだ方がいいでしょうね。ワームを硫化をつけて狙ってみよう。そっちの方が食わせやすいはずなんですよ。魚の体に当たってんだ今。旅の途中です。サービスエリアに泊まっている時に少し日が出てきたのでこうやって干してます。結構変な光景だと思います。ちょっと周りの目が気になります。移動中は車の窓を開けて風を当てておきます。これでね乾燥するはず。これが1週間経った焼きハゼです。車の中に干したりとか、時々外に出して干したりなんかしてたんですけど、今はねもう水分が完全に抜けてカリッカリになってます。ただこの状態になるのに1週間もかからなくて、3日ぐらいでねもうカリカリになってましたね。で香りはね、なんか魚臭いとか生臭いとかっていうよりは、なんかねすごい香ばしい、煮干しとはまたちょっと違うんですけど、香ばしいなんか魚介類の匂いがしますね。そしたらこの焼きハゼで出汁を取っていくんですけれども、この焼いて干したハゼと、あと昆布を入れて
でここにですね水を注いで、これで一晩というか1日置いとくらしいです。じゃあこれで1日置いときましょう。さあ昨日漬け込んだ焼きハゼの出汁、一応ねクーラーボックスの中で冷やして保管してました。おー、なんか綺麗な色のスープになってますね。そしたらこれをさらに火にかけて出汁を抽出します。火力は弱めてじっくり出汁を取っていきましょう。昆布は沸騰する前に取り出す。よし、弱火で10分煮込んだら一旦引き上げます。そしたら野菜をカットします。大根、皮を剥いて短冊切りにします。でお次はセリ、これは細かく刻んでおきましょう。大根がちょっと多かったんでこのままいただきます。この大根全然辛くない。じゃあ大根をさっと茹でます。あとこのセリの根も入れときましょう。でごぼうとか人参も使うんですけど、ごぼうとか人参はこの茹でた加工されたやつが売ってたんでこれを使おうと思います。同時進行でポータブル電源と電気炊飯器を使ってこのしみ豆腐、高野豆腐ですねをお湯で戻しておきます。大根は柔らかくなって透明感が出てきたらいいでしょう。そしたらさっきの焼きハゼの出汁をこしながら入れていく。日本酒、塩で醤油、味を見ながら整えていきましょう。そしたら大根、人参、ごぼう、しみ豆腐、あとついでのセリの根も入れる。じゃあ餅を焼いて、そしたらお椀に入れて盛り付けていきましょう。焼いた餅を入れて、でかまぼこを入れて、で刻んだセリをね乗っける。でねここが変わってるんですけど、イクラをね乗っけるんですよ。このイクラをね乗せるためにこれイクラの寿司をスーパーで買ってきました。そして仕上げはこの戻した焼きハゼをドーンと乗っける。これでね焼きハゼの出汁で作った仙台雑煮の完成です。よし、ではあったかいうちにいただきます。仙台雑煮と呼んでますが、社上食堂流なんで正式な作り方をどこまで再現できてるかはちょっと分かんないですけどね。いただきます。いい出汁だ。ハゼの上品な旨味が効いてて、でほんのりその焼いたハゼの香ばしさがほんのりありますね。そしたら具材の方もいただいていきましょうか。これイクラが入ったお雑煮なんてゴージャスですね。野菜と一緒にいただきます。この根菜がいいですね。ごぼうとか大根とか、このごぼうの香りもすごくいいですね。すごくあっさりした出汁なんで、この
時々あるこのイクラのですね、塩気が結構いいかもしれません。この餅を食べてから出汁を飲むのが最高にうまい。なんか車上食堂で餅食べたのって初めてかもしれないですね。じゃあ続いてはこの焼きハゼいただいてみましょうか。美味しいのかなこれ。この出汁を取った後のハゼは食べれるけれども、そんなめちゃくちゃ美味しいものではないですね。ただこう出汁を染み込ませて食べればそこそこ美味しい。ただね、骨はちょっと気になりますね。お雑煮ごちそうさまでした。はい、こちら買ってきました。宮城県の地酒浦霞っていう日本酒です。でこれこのまま飲んでも美味しかったんですけど、これをですね、ちょっともったいない気もするんだけど、火にかけまして、これはね、出汁を取ってない焼きハゼです。一匹残しときました。でこれを軽く炙りまして、炙ったハゼを投入します。ヒレ酒みたいな感じで、この焼きハゼ酒を楽しんでみようと思います。おお、ほんのり色がついていい感じですね。じゃあこの仙台雑煮に使ったいくら寿司の残りとともに一杯やりましょう。じゃあ焼きハゼ酒いただきます。前にね、まごちのヒレ酒を作った時ほどのそのインパクトはないんですけど、ほんのり香って美味しいですね。ちょっとね、お酒入れすぎたかもしれないですね。もっと少量でやればもう少しハゼの旨味を味わえたかもしれません。かろうじてイクラが残ってるイクラ寿司。これこのまま飲んだ方がうまい説。このお酒はなんかハゼを入れたりとか、なんかヒレ酒にするよりこのまま飲んだ方が美味しいかもしれないですね。ごちそうさまでした。